こんにちは、みえこです。いつも私の動画を見てくださりありがとうございます。チャンネルの登録者が1万人になりました。1万人のお友達ができました。嬉しいです。そこで私から感謝の気持ちを込めていただいたコメントの中からパイナップルパターンのチュートリアルを作ってほしいとリクエストがありましたので、このリクエストにお答えすることにしました。簡単に作る方法にアレンジしたので、ぜひ一緒に作ってみましょう。それでは材料のご紹介です。薄い色と濃い色のスクラップ布、何でもいいので布を用意してください。コットンがいいですよ。それではこの布を 3.5 センチの幅に全部切ります。薄い色を何種類かと濃い色も何種類か用意してください。たくさん必要ですよ。そしてセンターにくる布ですが、6センチ ×6 センチに20枚カットします。そして土台に使う布ですが、これはコットンで22センチ ×22 センチのものを20枚用意します。そしてそこに斜め方向と縦横の方向に線を引きます。これを目印に縫い付けていきます。まずセンターにこのように斜め方向の位置に合わせて布を置きます。次にその上に薄い色の布を置いて、下に置いた布と同じ大きさに切ります。上と下同じ大きさに切ります。そしてこれを 8mm の縫い代でミシンで縫います。そしてこの布を90度回転して、また上と下に今度はこの薄い緑色の布に8ミリほどかかるように布をカットします。そしてこれをまた8ミリで縫います。このようにできます。今度は斜め方向に置いて、この角のところを目印に 0.8 センチ8ミリのところに線を引きます。4方向全部線を引いて、線の位置で布をカットします。このように切ります。
今度は斜め方向を縫い付けます。今度は濃い色の布を薄緑の色の布の上に置いて、布端の部分と同じぐらいの大きさに置いて、上と下8ミリの縫い代で縫います。これをまた90度回して、同じように濃い色の布に8ミリほどかかるように置いて、このようにカットします。そしてまた8ミリで縫います。このようにできますよ。また定規を置いて8ミリのラインの線を引いて、この赤いポッチがついたところを重要ですから、この位置から8ミリですよ。そして布端に合わせて今度は薄い色の布を置いて、下に置いた紫の布の端より少し大きいぐらいにカットして、また8ミリぐらいで縫います。また同じように布を置いて上と下8ミリで縫います。このようにできます。今度は濃い色の布を重ねますが、紫色の布の布端と同じ位置に合わせて、白い布の布端に合わせて縫います。このようにできます。また上と下縫います。今度は薄い色を縫う番です。濃い色の布端より6、7ミリ多く布をカットします。両端6、7ミリほど大きくカットします。これを4方向作ったら、また90度ずらして濃い色の布をまた縫います。手順は土台の白い布の端まで同じ方法で縫い留めていきます。全部縫い代は8ミリで縫います。そして薄い色の布の内側に入った濃い色の布が透けて見えるときはこのようにカットします。
気にならない時はそのままでも大丈夫ですよ。土台布の端までいったら、薄い色の縫い付けはここで終了。残りは斜め方向の濃い色の布を縫います。このように4方向を縫い留めて、開いてはまた次の色を重ねて縫います。布端まで縫います。土台布の端まで縫います。裏はこのようにできています。そして軽くアイロンを当てます。ここで余分な布端を切り落とします。このようにできます。20枚作りました。そしてこのように縫いたい順番に並べます。出来上がったパーツを縫い留めます。8ミリの縫い代で1列5枚4段縫います。内側に入った布がきれいに縫えているか確認しながら、土台布を見ながらミシンで縫って、このように5枚縫いつなぎます。そして縫いつないだ元をさらにまた上の段と縫いつなぎます。斜め方向に縫い付けた布がずれやすいのですが、気にせずどんどん縫い付けてくださいね。全部縫い終わったら、縫い代にアイロンを当ててきれいにします。そして裏布を用意します。裏布の大きさはこの大きさです。表のトップよりも周囲3センチずつ大きいものにします。ここを後で三つ折りにして端をかがります。その前にまずこのままだと裏布が浮いてしまうので、刺繍糸で軽く縫い留めます。刺繍糸で縫い終わったら、今度は裏布を3つに折って待ち針で留めて、
また刺繍糸で縫いました。もちろんミシンで縫っても大丈夫ですよ。ミシンで縫うとすぐできてしまいますよ。縫い終わりました。裏はこのようにできました。あまり目立たない色で縫いましたよ。はい、完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。